皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今、日本では大雪で、日本のいろんな地域でもう雪がね2メートルも3メートルも積もってるみたいなニュースをね最近見ましたが、皆さんはどうお過ごしですか？めっちゃ寒かったり暑かったりいろんな気候があるかと思いますが、私はねもう今本当に寒くてブルブル震えながら日々を過ごしているんですが、今回はジャーナリングについて話していこうと思います。書くことについて話していこうと思います。皆さんはジャーナリングをしますか？日本語でなくても自分の母国語で普段書くことを習慣にしていますか？日記を毎日書いているっていう人もいるだろうし、旅行に行ったとか予定があった後、それを記録として残すために書いているという方もいるかと思います。逆に毎日書くのは大変そうだし、何を書けばいいかわからないっていうね、そう感じてる人もいるかと思います。ジャーナリング始めようと思ってノートは買ったけど結局数ページ書いて終わったっていう人もいるかなと思います。でですね、今回はジャーナリングって言語を学ぶのにもすごくいいなと思ったので、それについて話していこうと思います。日本語ってね、ひらがな、カタカナ、漢字があって、書くっていうことに対しては他の言語よりもものすごくハードルが高いかなと思います。例えば中国語がわかる、漢字がわかるっていう人以外だとね、こう日本語を学び始めた時に書くことに対してのハードルがすごく高くて、日本語で日記をつけようなんて思わない、日本語でジャーナルしようなんて思わない、それがゴールではないから全くやらないっていう方もいるかと思うんですが、漢字を使って綺麗な文章を書く必要は全くないですが、ジャーナリングはすごくおすすめしたいなと思ったので、今日はなぜジャーナリングがいいのか、ジャーナリングにはどんな効果があるのか、そしてそれをどう日本語学習に生かすのかについて話していきます。まず、書くことなんですけど、日本語を学ぶ、言語を学ぶという目的以外、そういう目的がなくても書くこと自体はすごくいいみたいです。パソコンとかでね、タイピングで打ち込んで、ジャーナリングみたいな感じで書いていたり、あとは iPad にね、ペンで書くっていう方もいるかと思うんですけど、やっぱりジャーナリングは紙にペンで直接書くのが一番いいみたいです。で、私も基本ジャーナリングするってなったら、ノートにね、直接ペンで書いています。で、なぜ書き出すのがいいかなんですが、理由一つ目が書く行為そのものが記憶を定着させるみたいです。この書くっていうのは単語を覚えるために何回も書いて覚えるという意味の書くではなくて、一度覚えたものを思い出しながらアウトプットするという行為です。それが記憶の定着につながるみたいです。こういう動画見たことないですか？ハーバードの学生の勉強方法みたいな感じで、その学生たちは一度読んだものとかレクチャーで学んだものを何も見ずにノートに書き出してまとめてみるとか、ホワイトボードに覚えているものを全部書き出してみるみたいな動画、皆さん見たことないですか？あれと一緒で日本語を日々勉強して、その単語とかフレーズを使ってこう自分の日常や感情を書き出すことによって、より使える記憶に変わっていきます。なので、こう日々学んでることを自分の言葉として書き出してみると、パッシブじゃなくてこうアクティブな状態に変わるので、ジャーナリングがとってもおすすめです。で、もう一つ書くのがおすすめな理由なんですけど、それは思考を言語化して自分の自己理解を深めることができるからです。ちょっとなんか難しかったかもしれないですけど、考えていることを文字にして書き出すことで自分をより理解できるっていうことです。
で、ジャーナリングっていうのは自分が何を感じているかとか、何を考えているかとか、そういうことをね、書き出すものです。なので今、普段ね、そんな生きていて今自分がどう感じているかとかを深く理解する瞬間ってあまりないかなと思います。でも少しね、毎日ちょっとでもいいので時間をとって、しかもそれを学んでる日本語で書いてみるってなると、ものすごくエネルギーとか頭を使うんですけど、それがいい刺激になって、言語を覚えるのにね、役立つっていうことです。で、自分をより深く知れる。ああ、今こうやって自分を感じてたんやとかね。あ、この時こう思ってたんかっていうのを改めて理解することができます。初めはね、今日何をしたか、どんなご飯を食べたかみたいな感じで日記風に、そこからスタートすればいいかなって思うんですけど、その後にこういうところが楽しかったとか、今日の出来事の中に自分の感情を付け足してみる。そこから何か学んだことはあったかとか、逆にどういう瞬間にイライラしてたのか、ムカついたのか、なぜストレスが溜まってるのかみたいな感じで、全部自分の感情を書き出すことで、自分をより深く理解できる。しかもそれを日本語でやるってなったら、なんか日本語上手くなっていきそうじゃないですか？で、そうですね。普段生活していて、なんかモヤモヤするなとか、なんかストレス溜まってる気がするなとか、言いたいことあるけど、あまり単語が出てこない、言語化できない、何を言ったらいいかわからないっていう場面がね、多い方もいるかもしれないです。で、そういう方はやっぱり書くことを習慣にすることで、アウトプットすることでものすごくすっきりすると思います。これはね、私も個人的に効果を感じていることなんですけど、やっぱりジャーナルすることで、頭の中にずっとある、なんかわかんないけどモヤモヤしてるみたいなことも全部こうクリアになっていくので、すごくおすすめです。で、もちろんアウトプットってなると話すことをね、一番最初に考えると思います。話す練習をたくさんしようっていう方もいると思っていて、で、それはもちろんめちゃめちゃ大事だと思います。やっぱり言語を学ぶにあたって話せるようになりたいっていう方が多いと思うので、話す練習をするのはとっても大事なんですけど、やっぱり話す時ってこう相手がいたり、自分で一人で話す練習をしていてもなんか焦っていたり、シャドーイングとかでもスピードについていかないといけないので、結構自分にプレッシャーをかけてる感じかなと思います。だけど書くっていうのは、そんなね、テストでない限りは、時間制限もないし、自分でゆっくり考えながら、ちょっとスローダウンしてアウトプットができるので、そこがいい点かなと思います。自分は今何が言いたいのかな、何を感じてるのかな、どんなことがあったかなっていうのをゆっくり考えて、それをゆっくりね、書き出してみるっていうのがいいかなと思います。そうすることで自分が言いたかったこととか、言語化できる能力もついてくるかなと思います。で、紙に書き出すことで見えますよね。可視化できますよね。なので普段生活していても、なんかいらないことに悩む時間ってたくさんあったりするかもしれないですけど、そういうのがどんどん減ってくると思います。で、書くことによって記録できるので、見返した時にこんな楽しいことがあったんだな、あの時とか、うわ、この時めっちゃ落ち込んでるやんみたいな、大丈夫よそんなんすぐ忘れるってみたいな感じとか、いろんな瞬間をね、記録できるっていうのもいいと思います。それを見返した時に、ああ、もうそんなことで悩まんでも大丈夫やでっていうね、思えるし、じゃあまた今何か悩んでいたとしても、1年後には大丈夫って思えてるから、大丈夫よし、頑張ろうみたいな感じで気持ちの切り替えもできるようになってくるかなと思います。そんなね、悩んでる人ばっかりじゃないと思うんですけど、毎日楽しく生きてるよっていう方もたくさんいると思うんですけど、そういう楽しい気持ちも書き出してみると、見返した時にね、あの時こんなことがあって、こう考えてて、だからこんなに楽しかってんなっていうのがわかるかなと思います。で、こう、どん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 年を重ねていくにつれて、何を楽しいと思うかとか、何に喜びを感じるかっていうのも変わってくると思います。私はそんなにまだ人生を長く生きたわけではないので、わからないこともたくさんあるんですけど、変わっていくんだろうなとは思います。なのでそういうのをね、見返せるってとってもいいと思います。
しかもそれを自分で学んでる、日本語でやるっていうので、日本語の成長も感じられるし、自分の考えがどう変わっていくかっていうのも感じられる、もう一石二鳥だと思います。一つやることによって二ついいことがある、一石二鳥かなと思います。で、最後にですね、ジャーナルをやるとどんないいことがあるかなんですけど、書くことでもう全部見えますよね。自分がどんな単語を使ってるのかとか、どこで間違えるのかっていうのも全部見えるので、最近この表現ばっかり使ってるなってなったら、何か他に言い換える方法はないかなとか、なんか文章の型が同じだなってなったら、もうちょっと違う表現がないかなっていうので、そういうのはチャット GPT に聞きながらとか、オンラインで先生に聞きながらとかね、日本人の友達がいたら聞いて、たくさん語彙力を増やしていくとか、いろんな日本語を使えるようになっていくのかなと思います。まずはその現在の自分のレベルを知ることが大事なので、書くことでそれが分かりますよね。ジャーナルすることによって気づけるので、それは一つめっちゃいいことかなと思います。でですね、確かに自分の母国語とか自分がすでに知っている言語ではジャーナルするけど、日本語ではちょっとっていう人もいると思います。それは、日本語は書く難易度がすごく高いからですよね。で、日本語で何か文章を書きたいっていう人以外は、別にいいかなっていう人が多いと思います。ひらがな、カタカナ、漢字を使ってそれをね、きちんと使い分けるってめちゃめちゃ難易度が高いと思います。レベルが高いと思います。でも私はそれは全く問題ないと思っています。なんでかっていうと、ジャーナルは人に見せるためのものではないので、自分のための、記録、日記じゃないですか。なので、その漢字が綺麗に書けてるとか間違ってる合ってるとかそういうのは関係ないと思います。なので、ひらがなだけで全然大丈夫だと思います。最初はね、ひらがなだけでオッケーです。で、日本人でもね、そんなみんな最初から漢字が書けるわけないですよね。小学校、中学校、高校ってどんどん使える漢字、知っている漢字が増えてきて、文章の中でも使える漢字が増えていくっていう感じなので、皆さんが日本語を学び始めて、まだそんなに経ってない、日本語はたくさんわかるけど漢字はあまりわからないっていう方もね、たくさんいるかと思いますが、日本人だってそんなもんなんです。なので、その心配は全然しなくていいかなと思います。あとジャーナルをしていくと、この漢字何回やっても書かれへん、忘れるなっていう時もあるかと思います。でもですね、そんな時は、この漢字は書けたとか、この漢字は知っている、今日勉強したこの単語を使って文章がね、書けたっていうとこにフォーカスをして、ジャーナルしていくといいかなと思います。皆さんもね、人それぞれ自分の母国語があると思います。で、その母国語では、ネイティブの言語では、だいたいどんな文章でも言いたいことがスラスラ書けると思います。で、スラスラ書ける言語があるからこそ、日本語で書けない時にすごくイライラしたり、なんでできひんねんって、自分はなんで書かれへんねん、こんなに勉強してるのにって思ってしまう瞬間もあるかもしれないですけど、それは当たり前なので、それは気にせずにね、まずはひらがなで自分の言いたいことを一文から始めていくのがいいかなと思います。でですね、具体的なステップとして、じゃあ実際どうやって日本語でジャーナルすればいいのって思う方もいると思うんですけど、まずやっぱり書く必要があるので、ひらがなとカタカナ、そして簡単な文法は知っておく必要があります。これを聞いてくださっている方は結構もうレベルが高い、今までたくさん日本語を勉強してきたっていう方が多いのかなって思うんですけど、今まだ初心者っていう方はやっぱりひらがな、カタカナ、そして簡単な文法は最初に勉強しておいて、で、そっからジャーナリングを始めるといいかなと思います。例えば、韓国語だったら文法がすごく似ているので、単語単語それを直訳するだけで、なんとなく伝わる日本語にはなるんですけど、英語とかフランス語とか、他の文法が全く違う言語は、単語とかフレーズをどれだけ学んでも、文法が一切わからない状態だと文章が組み立てられないので、
アウトプットができないので、やっぱり本当に基礎的な文法は最初に学んでおいた方が、ジャーナリングがね、スムーズにいくかなと思います。で、ジャーナリング、まずですね、最初は1文とか2文、3文ぐらいだけで始めてみるのがいいと思います。初日はね、やる気があってたくさん書けると思うんですけど、やっぱり日が経つにつれて時間もないし、ちょっとめんどくさくなるし、何を書いたらいいかわからないしってことなので、最初は書くことを習慣にするっていうのを、目標にして、1日2、3文書ければ十分だと思います。で、何を書いたらいいかなんですけど、例えば今日あったことを一つ書いてみて、それに対してどう思ったかを書くみたいな。この2文だけでも、これを毎日続けるだけでもものすごく効果があると思います。で、ここでチャット GPT とかでもう何を書いたらいいかわからないから、最初から自分で言いたいことを自分のネイティブ言語で打ち込んで、それを翻訳してもらって、で、それをノートに書き写すっていう作業もね、あるかもしれないです。で、確かにその書くこと、日本語の全文翻訳してもらっても書く練習にはなるのでいいと思うんですけど、やっぱりまずは自分の頭を使って文章を書いてみてほしいです。でも全然わからないってなったら、翻訳を使って、自分が言いたい文章を作ってもらうっていうのはいいんですけど、まず第一ステップとしては、自分の頭で考えて、知ってる語彙だけで考えて書いてみてください。で、間違ったままね、書いていても一生間違ったままなので、それが正しいのかっていう確認として、AI を使って確認したり、実際人に聞ける場合は聞いてみて確認するっていうのがいいと思います。でもまずは自分で書いてみてください。で、この時に漢字を使わないといけないとか、綺麗に書こうとか、そういうのはあまり意識しなくていいかなと思います。自分が書いてみて自分が読めたらいいので、人に見せるためのものではないので、あまり気にしなくていいと思います。で、ジャーナルで今日起こった出来事とそれについてどう感じたか、どう考えたかって書くことによって、毎日毎日皆さんが使える語彙とか使えるフレーズがどんどん自分の中に溜まっていくので、それがね、ジャーナルのめっちゃいいところだと思います。書くことによって自分が今すぐ必要な単語とか、今すぐ使いたいフレーズがわかるので、で、それがわからない場合は調べて、その場で勉強して学んでっていう、この積み重ねがめちゃめちゃ皆さんをね、成長させてくれると思います。私も英語を勉強していた時は、学生の時ですね。英語を勉強していた時は書いてみようと思って書いたりしてたんですけど、最初は本当に文章なんて書けないですよね。何をどう書いたらいいかわからないし、スペルもわからないし、読み返してみるとね、マジで何を言いたいかわからないっていう時もあります。文法とかめちゃくちゃやし、単語の使い方間違ってるし、意味わからんしっていうのがね、ほとんどです、最初は。でもそれを続けることによって、今はね、そんな文章を書くのが得意ではないですけど、自分の言いたいことをこうバーって紙に書き出したりはできるかなと思います。それがいい文章とか、なんか小学生みたいな文章とかはわからないですけど、ある程度はね、最初ジャーナルを始めた時よりは確実に成長していると思います。なので、それはもう1年とか2年とかかかるプロセスかもしれないですけど、これからずっと日本語を学んでいきたいっていう人には、ジャーナリングは本当におすすめです。で、文章を書いた後ですね。書いた後は声に出して読んでみてほしいです。これもめっちゃ重要だと私は思っています。書くのも大事なんですけど、声に出して読むことで、その単語の発音とかリズムとかを再確認できるし、声に出して読むと、なんかこの文章ちょっと不自然かもっていう風に気づいたり、そういうこともあるかもしれないので、ジャーナルね、書いた後は声に出して読む練習をするのがおすすめです。で、ジャーナルっていろんなことを書くと思うので、たまにはね、今日こんな変な人に出会った、ちょっとムカついた、イライラしたとか、なんであんなこと理不尽なことが起きた、なんでやねんみたいな、こうネガティブな感情をいっぱい書き出したい時ってあると思います。
で、それを書くのもめちゃめちゃ重要だと私は思うんですけど、そういうのを書いてる時ってやっぱりわざわざ口に出して読みたくはないですよね。で、それは別に読まなくてもいいと思います。なので、例えば、今日はどこどこに行った、誰々と遊んだ、こんな動画を見た、面白かったとか、そういうポジティブな感情、そういう日は声に出してみて読むっていうのがおすすめです。あとですね、最後、私がたまにやるジャーナルの方法なんですけど、今日あった出来事とか、こう感情がちょっと揺れ動くような、楽しかった、逆に、あんまり楽しくなかったっていう時もあったり、そういうのを書くことが多いんですけど、もう一つ、たまに今日あんまり書くことないなって思ったらやることは、スマホの写真を見て、アルバムを開いて、で、写真を一つ選んで、その時の思い出を書くっていうのをたまにやります。なのでね、皆さんもこう写真のアルバムを見返してみて、あ、この時めっちゃ楽しかったな。この思い出を日本語で言えるようにするにはどうやったらいいんやろっていう感じで書いてみるっていうのもおすすめです。で、あとですね、私が去年たまにやっていたのは、こう皆さんも楽しい旅行の予定とか、何かコンサートに行く予定、友達と行きたかったレストランに行く予定を入れる時ってありますよね。で、その予定を入れた時に一回自分の感情をこうジャーナルしてみてほしいです。ついにやっと日本に行ける。ついに日本行きのチケットを買った、航空券を買った、ホテルも予約した、やばいどうしようめっちゃ楽しみみたいな感じの、もう本当に自分の感情に素直になって、そういうのをジャーナルしてみて、で、その後実際に日本に行って帰ってきた時に日本旅行どうだったかみたいなジャーナルっていうのもおすすめです。この2つを書くことによって、自分がどのぐらいどんな期待をしていたのか、で、実際行ってみてどうだったのかみたいな感じで、こう2つのね、自分の感情とか思い出を振り返ることができるので、これはね、私たまにやるんですけど、なんか面白いです。あの時こんな期待してたんやな、現実はちょっと違ったなっていうのもあるし、あの時はこう思ってたけど、実際はもっと良かった、もっと楽しかった、もっと興奮したっていう時もあるし、なのでそういうのを後から振り返ることができるので、ジャーナルの方法って別に一つじゃなくて、人それぞれいろんな方法があると思うので、皆さんも日本語でのジャーナルのチャレンジをぜひしてみてください。今回はジャーナリングについてお話ししてみました。皆さんはどうですかね。日本語でジャーナルしてみようって思いましたか？漢字とか難しいし、日本語で書くっていうのはすごくハードルが高いと思うんですけど、2026年ね、何かやってみようって思うことがあれば、ぜひジャーナルチャレンジしてみてください。で、皆さんが今から始める新しいノートを使うっていう場合は、その最初の1ページ目の皆さんの日本語と、そのノートが終わる頃の皆さんの日本語っていうのは絶対に変わってくると思います。なので、その自分の日本語の成長を可視化するっていう部分でも、ジャーナルってすごくいいなと思います。あとはシンプルに自分のね、感情を書き出したり、自分の思い出を書いたりするので、見返した時に楽しいし、この時の日本語、文章がね、めちゃくちゃやな、でも今だったらこういう感じでスラスラ書けるな、みたいな成長もね、何ヶ月もやったり1年とかやると成長を感じられると思うので、最初は本当に一文だけでいいので、ぜひチャレンジしてみてください。で、あとですね、ディスコードのコミュニティもあるんですけど、そこで2月1日から2月28日まで1ヶ月間、ジャーナルチャレンジということでね、私が毎日その日のジャーナルのプロンプト、テーマを投げるので、皆さんがこう一文ずつそれに対する自分の文章を書く、そういうチャレンジをしようと思ってるので、この機会に日本語の書く練習をしてみたいっていう方はぜひ参加していただけると嬉しいです。Discord のコミュニティは誰でも参加できるので、まだ参加してないなっていう方は、参加して日本語をいっぱい書く練習をしてみてほしいです。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またこれからもこのポッドキャストを聞き続けたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、
ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった皆様、本当にありがとうございます。皆様のおかげでこうやって毎週ポッドキャストを作り続けていくことができるので、本当に感謝です。ありがとうございます。では今回はここまでになります。皆さん最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。では皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。